ゆで太郎いったろうはね。おはようございます。阪急道場弓矢さんです。今日はこれからゆで太郎に行ってみたいと思います。ゆで太郎、ゆで太郎ってまずネーミングが可愛いですよね。太郎私最近松屋グループのラーメン専門のお店松太郎に行ったんですね。飲食店で太郎っていう名前結構鉄板ですね。太郎、最近名前で太郎っていう方ほとんどいらっしゃらなくなりましたね。ちなみに私がよく行く太郎は福太郎です。一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは私の日常を発信してます。最近は外食が多いですね。気軽にコメントしてください。で、今から行くゆで太郎は24時間営業の店舗です。気合めちゃくちゃ入ってますね。ゆで太郎って調べてみたらお蕎麦チェーンの中で一番店舗があるみたいなんですね。今現在で200店舗ぐらいあるみたいですよ。私最近富士そば、小諸そばに行きましたので、あと攻めるのはゆで太郎ですね。楽しみです。はい、では行きましょう。はい。靖国通り淡路町の交差点。あれ？あっち側か。よいしょ。ということで到着です。早速中に入りましょう。広い。まず店内に入ると入り口すぐの場所に券売機があるので、そこで注文します。今日はもうメニューを決めてきました。朝そばです。食券を購入。そのまま食券をカウンターに出します。はい、お願いします。商品が出来上がると番号で呼ばれるという定番のシステムですね。ゆで太郎では注文が入ってから天ぷらを揚げたりそばを茹でてるそうで、少し時間がかかるそうですよ。驚いたことに店舗で打ちたての自家製麺を使っているようです。すごいですよね。まだ勝手が分からず少し戸惑いながら、とりあえず暑いので上着を脱ぎました。ここは淡路町、大手町もすぐ近くのビジネス街なので、店内はスーツを着たビジネスマンが8割以上、女性も少なからずいらっしゃいますね。私の格好が目立つのか、目の前にいたスーツ姿のお兄さんがちらっとこちらに目を向けます。すかさず私もチラ見します。そんな謎のチラ見バトルをしながらも、店内はとてもにぎわっています。大勢のお客さんがいるのですが、話し声は聞こえず、皆さん黙々とそばをすすっています。この独特の雰囲気、仕事前の緊張感が伝わってきます。この緊張感の中、この格好間違ってないか？いや、絶対間違ってるだろうと思いながら席に座り、そばを待ちます。厨房の中ではお姉さんがテキパキと指示を出していて、とても頼もしい雰囲気。ちなみにここ最近で行ったお店の中では小諸そばがダントツで女性店員さんが活躍していました。女性が強い店は
美味しい説あるかもしれません。番号が呼ばれて取りに行くと、うわー、美味しそう。茹で上がったそばがつゆの中で泳いでいます。ゆで太郎といえば調味料のセルフサービス、薬味がたくさん置かれていますが、今日はどでかいかき揚げがあるので天かすは次回にします。七味唐辛子とごまを振りかけて席に着きます。たっぷりのお湯で茹でられたそばが澄んだつゆに浮かび、とてもおいしそう。そばをいただくと喉越しが良くておいしい。つゆはだしがしっかり効いていて、甘さ控えめの本格派。正直ゆで太郎をちょっと侮っていました。200店舗以上あるチェーン店でこのクオリティのお蕎麦、しかも24時間打ちたて茹でたてを食べられるなんて、この上ない幸せです。ゆで太郎すごすぎです。続いて大きなかき揚げ、箸からこぼれそうなほどのボリュームで、玉ねぎと人参だけのシンプルなものですが絶対に美味しいやつ。そのままそばにダイブ。つゆとの相性が抜群で甘くて美味しいかき揚げ優勝です。さらに温泉卵もトッピング。そばとかき揚げ一緒に黄身と絡んで、これも文句なしの美味しさ。温泉卵にするか鬼おろしにするか迷いましたが、温泉卵最高です。私が麺をすすっていると、向かいのお兄さんはさらに早い勢いで食べていました。これから仕事なんでしょうね。私と同じタイミングで入店したのにめちゃくちゃ早い。まるでこれから戦場へ赴く戦士のよう。見習わなきゃと思いつつ、心の中で頑張ってくださいと応援しました。はい、ということでごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しくて口の中がパラダイス。お腹もいっぱいです。器を返却口に戻すと、先ほどテキパキしていたお姉さんが笑顔でありがとうございましたと声をかけてくれました。ごちそうさまです。美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、厨房の中では強い存在感を放っていたお姉さん。最後はとても優しい笑顔でした。いや、すごい。めちゃくちゃ美味しかったし、めちゃくちゃ活気がある店舗だった。はい、ということでゆで太郎めちゃくちゃ美味しかったです。活気がありましたね。私の前に座っていた男性、私より最速で食べて出て行かれましたね。これから仕事っていう感じでした。頑張ってください。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もご覧ください。さようなら。